こんにちは、エリです。今回は韓国ソウルを訪れました。初めてエチオピア航空を利用し、おしゃれなカフェをたくさん巡る様子を紹介しています。それではスタート。仕事を定時で終えて7時に成田空港に到着しました。今回はエチオピア航空で韓国ソウルまで行くので、第1ターミナル南イングへ向かいます。この時間の成田空港の出発便は残り少なく、お客さんは少なかったです。エチオピア航空チェックインカウンターである E カウンターに着きました。待ち列はなく、スムーズにカウンターまで案内されました。預ける荷物はありませんが、カウンターによって搭乗券をもらいました。無事にチェックインを済ませ、保安検査と出国審査に向かいます。出国後のエリアに来ました。保安検査も出国審査も空いていたので、スムーズに出国することができました。この時間でもまだ免税店も開いていて、買い物を楽しむこともできそうです。コロナ禍中は多くのお店が閉まっていたので、活気が戻ってきて嬉しいです。私が乗る便は15分早まっているようです。仕事終わりでお腹も空いていたので、人気ラーメン一風堂へ向かいます。バーカウンターもありました。一風堂に着きました。お店の前に置いてあったメニューはなんと英語のみでした。店内もまだ活気があり、海外のお客さんもたくさんいました。ラーメンが来ました。いただきます。ラーメンも食べ終え、33番搭乗口に到着しました。乗る飛行機がちょうど到着してきました。初めてエチオピア航空なので楽しみです。いよいよ搭乗開始のアナウンスがあったので、列に並びました。今回はリュックを入れたかったので、早めに並びました。改札を通過します。ビジネスクラスの扉はすでに閉まっていました。私はエコノミークラスなので、そのまま進みます。お客さんが多いせいか、機内も混雑していて、なかなか前に進みませんでした。機内に入ります。ここで黄色のカードを受け取りました。席もエチオピア航空らしく緑一面でした。席に到着しました。足元のスペースはゆとりがあり、窮屈さを感じません。今回の機材はボーイング787でした。安全のしおりには目を通しておきましょう。時間通りの出発です。隣にも韓国のエアラインアシアナ航空が止まっていました。安全のビデオではまだマスクをしていますね。まもなく離陸です。夜の滑走路はとても綺麗です。
どこかわかりませんが、夜景も見ることができました。機内食が来ました。キムチやデザートがあり、とても美味しかったです。CA さんに声をかけて韓国の入国カードをもらいました。到着までに記入しておくと楽です。韓国の上空に入りました。韓国の夜景も見ることができました。無事着陸しました。韓国に到着です。降りてすぐに案内があり、韓国に行く人、アフリカ、アディスアベバに行く人で分けられていました。アフリカに行く人は再度保安検査を受ける必要があるそうです。私は入国の道に進みます。この時間でもインチョン空港にはたくさんの到着便がありました。荷物を預けていないので、そのまま出口へ進みます。深夜到着だったので、空港近くのホテルまでウーバーで向かいます。5分ほどでホテルに到着しました。1泊13,000円でリーズナブルな割には清潔感があり満足です。収納もあり、大きなスーツケースも入りそうです。バスローブも備え付けられていました。バスタブはありませんが、アメニティが揃っていてとても助かりました。朝になりチェックアウトをして、いよいよソウル市内へ向かいます。今回1日目に宿泊したホテルはベストウェスタンホテル。空港からも近く、お部屋も快適でとても満足です。近くには有名なパラダイスシティもありました。ここからはホテルの無料送迎バスに乗り、インチョン空港へ一度戻ります。今回トンデムンのホテルまで行くバスがあるので、バスチケットを買います。無事バスチケットも買えたので、バス乗り場に向かいます。バス乗り場に到着し、系統に間違いがないか確認します。バスが来ました。スタッフさんにチケットを見せて、好きな席に座ります。時間通りにバスも出発し、いざソウル市内へ向かいます。ソウル市内の街並みが見えてきました。東京に似ていてかなり都会です。ホテルに
荷物を預けていよいよ観光スタートです。まずは地下鉄に乗り、最初の目的地本殿へ向かいます。駅構内にある洋服やお店から韓国を感じることができます。こちらで朝ごはんを食べます。メニューは韓国語のみで何が書いてあるかわかりません。Google 翻訳を使いながらオーダーしました。朝ごはんはキムチ、角的、ミョンドン餃子、ソルドンタンを頼みました。塩を入れながら自分好みの味にするのを初めて知りました。どれも美味しかったです。次はスイーツのディスプレイが可愛すぎるアンティークコーヒーへ。並んでいるスイーツを見ているだけでとても幸せです。どれも美味しそうで悩みました。私はヨーグルトブルーベリーチーズケーキとカフェラテをいただきました。ヨーグルトは効いていて、クリームがさっぱりしていました。こちらのカフェで撮影した写真を紹介します。次はヨンナムドにあるブレディスコーヒーへ。今回楽しみにしていたカフェに到着しました。店内が可愛いだけじゃなくて、お店の方がとっても優しく、素敵な笑顔でサービスしてくれました。どこをとっても絵になる可愛い空間です。オーダーしたドリンクが来ました。ここの塩パンがとても美味しそうですが、今回はお腹がいっぱいで断念。必ずリベンジしたいです。可愛いインテリアに囲まれてとても幸せでした。こちらで撮影した写真も紹介します。次の動画ではソウル3日目と4日目に巡ったカフェ、市場グルメを紹介。日本への帰国までをお届けします。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムにも旅のお写真を投稿しているので、ぜひフォローをお願いします。